どうもこんにちは、シンクラ工房です。今回はこちら、水星の魔女 HG ミカエリス作っていきたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。まずはランナーを袋から取り出していきます。次にランナーからゲートを少し残した状態で部品を切り出していきます。次にゲートを処理していきます。ゲートとは矢印の部分の部品をランナーに留めておく部分のことを言います。それでは片刃ニッパーでゲートを切っていきます。このニッパーを使うことにより断面が滑らかになり、通常のニッパーで切るよりもゲート処理時間を大幅に短縮することができます。ゲートを切り終わったらゲート跡をヤスリで鳴らしていきます。僕は100均で買った1000番程度のスティックヤスリを使用しています。これでツルツルになりました。続いてパーティングラインを処理していきます。デザインナイフを平面に当てて横にスライドさせ少しずつ削っていきます。削り終わったらヤスリを使用して少し鳴らしていきます。ミカエリスの素組みが完成しました。この状態でも十分かっこいいんですけど、塗装をしてさらにかっこよくしていきたいと思います。今回はいつもの光沢塗装に加え蛍光塗料を使って発光させて楽しんでいきたいと思います。この後もぜひご覧ください。素組みでも1枚ポージングを取っておきました。それでは部品の洗浄に入っていきます。部品の洗浄は水に浸して食器用洗剤をかけて歯ブラシで念入りに磨いていきます。次にフレームの塗装に入ります。今回はスーパークロームシルバー2に GX ディープクリアパープルを少量混ぜて塗っていきます。いい感じにラベンダー色のシルバーになってくれました。続いてはこちら、ミカエリスの武装の部分ですね。あとは足とかそういうところもあるんですけど、キャンディーパープル風に仕上げるので一回黒く塗装します。このようにテカテカになりました。続いてアメジストパープルで紫色にしていきます。この塗料も下地の色によって見え方がだいぶ変わるので面白い塗料になってます。下地が黒だとこのように鮮やかな紫に見えてきます。この後ね、白い部分も同じ塗料で塗装するシーンがあるのでそちらもご覧ください。パール色は塗りすぎると塗装が割れる可能性あるんで気をつけてください。いい感じにテカテカになりました。続いてはこのままでもいいんですけど、さらに発色を良くするために GX クリアパープルを重ねていきます。クリアパープルを重ねる前と比較するともう別の色ですね。テカテカでいい感じ。続いて塗装動画の悩みの種の一つである白い部品の塗装に入っていきます。白に白重ねても分かんない上にね、今回明るさ調整ミスって、しかもピントがずれてるから全然分からない。ごめんなさい。いい感じに塗れてるんですけど、やっぱり動画だと伝わりにくいですね。続いてアメジストパープル重ねていきます。黒い部品に塗った時はいい感じの紫になったんですけど、白い部品に塗ってもなんかよくわかんないですよね。これは角度を変えてみるとうっすら紫に輝いて見える感じですね。どうですかね。ちょいちょいいい感じに紫に輝いているのがわかるかなと思います。次に蛍光グリーンを使ってビームエフェクトを発光させていきたいと思います。やっぱり同系色で塗っても伝わらないですね。ビームエフェクトの塗装が終わったので塗りムラがないかブラックライトを当てて確認していきます。いい感じに光ってる。全部の部品の塗装が終わったので今度は蛍光レッド、こちらを使って墨入れをしていきます。シャバシャバに薄めた蛍光レッドを部品のモールドに当てていきます。ちょんって当てるだけでね、流れ込んでいくんで、これも気持ちいい作業ですね。テストなしでいきなりやってるんでね、どんな感じに発光するか楽しみです。
次は頭部ユニットの目の部分、センサーの部分ですね。そこを蛍光レッドで筆塗りしていきます。塗装に夢中で塗ってるシーンが全然撮れてなかったことに後で気づきました。ということで塗装後まで飛ばします。こちらが塗装後になるんですけど、ブラックライトを当てるといい感じに発光しています。この上にクリアブルーのパーツを重ねていくので、どんな感じで発光するのかかなり楽しみですね。次にクリアブルーのパーツに蛍光クリアを塗っていきます。クリアだけど青く発光するものになっています。これに関してはマスキングめんどくさかったんで、筆塗りでいってみたいと思います。8倍速で見ると筆塗りも気持ちいいもんですね。最後にブラックライトを当てながら塗りムラを確認して修正していきます。これが終わったら部品の組み立てに入っていきます。まずは頭部から。ここのクリアパーツにも先ほどのクリアブルー塗布しておきました。はい、こんな感じ。ブラックライトを当てると明るいんでちょっと分かりにくいですね。次に上半身の組み立てに入ります。完成品がこちら。白いボディに赤い墨入れもなかなかいい感じですね。こちらが腰のパーツになります。シルバーに塗った部分も赤い墨入れしたんですけど、これもいい感じに生えてますね。これが肩のアーマーの部分です。クリアパーツにも蛍光塗料を仕込んでいるので、こんな感じで発光します。すげえかっこいいなと思ったんですけど、これ肩のアーマー全部組んだ後こちらになるんですが、ほとんど見えない。残念だ。まあ総合的に見てかっこいいからよし。こちらが右手の部品になるんですけど、先端に武装がつく兼ね合いから手が存在してなくて独特な形になってます。続いてこちら左腕、こっちは手があります。でシールドの方からビームサーベルが出てくる感じですかね。こっちはモールドが多いんで赤い墨入れがかっこいい。これが足のパーツ。部品点数が多いですね。ただ組み上がるとこんな感じ。スタイリッシュです。一周ぐるっと回ってもスリムですね。はい、こちらは武装になります。武装の内側の緑色になってる部分も蛍光塗料を仕込んでみました。どんな感じで光るか結構楽しみなんですよね、こういうの。さあブラックライトを当ててみましょう。お、いい感じ。かっこいいですね。どうでしょうか。墨入れした部分もいい感じに発光してるんですけど、画像だとちょっと分かりにくいかな。すべての部品の組み付け完了したので、部品同士をドッキングしていきます。単体で見るのとやっぱり組み付けた状態で見るのだと印象も変わってきますね。何度も言ってますけど赤い墨入れがいい感じ。最近肌が乾燥していてね、光沢塗装すると結構滑らせて部品飛んでっちゃうんですね。傷にならなくてよかったです。あとはパッパッパッと組んで、これでミカエリス完成です。はい、どうでしょうか。スタイリッシュでなかなかいい感じですね。はい、ぐるぐる回してみましょう。そしてブラックライトを当てるとこんな感じ。なかなかいい感じなんじゃないでしょうか。これはすごいぞ。それでは塗装前と後比較してみましょう。全体的にね、淡いイメージだったんですけど、濃い紫使うことによってくっきりしてメリハリボディになったんじゃないでしょうか。続いて武装を展開している状態の内側の緑の部分、こちらも蛍光塗料を塗ってみました。ブラックライトを当てるとかなりいい感じで発光しています。目が赤く光ってる感じすごくいいですね。やはり蛍光塗料を使うと発光イメージが再現できてかっこよくなります。続いては何カットか写真を撮ってみました。これはただブラックライトを当てただけ。こちらがサーベルを構えているシーン。
エリス蛍光塗料で発光させたいということで始めてみたんですけど、いかがだったでしょうか。かなりかっこよく発光してると思います。それでは次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。